この見た目にグッときたあなたは、きっとスケベです。私もスケベです。皆さんこんにちは、ときまるです。今日は私が買ったもの紹介ということで、最近買ったものを2つですね、2選紹介していきたいと思います。まず1つ目はこれ。見てください。このスケスケのボディなんですよ。これね、もうグッときましたね。久々にそのビジュアルでグッときたギアというか、はい、ラジオです。これね、ポータブルラジオで、サンジーンという台湾のメーカーなんですけど、1972年創業で、なかなかね、老舗のメーカーで古くからラジオを手掛けている、企業さんですね。で、重さは 68g ぐらいかな。62から68ぐらい。で、ポケットに収まる手のひらサイズのポータブルラジオということになっています。で、もうね、このね、デザインなんですよ。これもうジャケ買いというかデザイン買いですね、完全にね。で、ただ、そのデザインだけではなくて、実際に使ってみて、ちゃんとね、ラジオが聴けるっていう、もちろん当然聴けるっていうところがすごく、良いです。で、しかもね、音がね、結構いいんですよ。で、これいろんなね、レビューとかも僕も参考にしたんですけど、音がすごく良くて、それにまずびっくりしますね。で、作りはもうシンプルで、まずね、ここがチューナーになってます。で、本当に絶妙な、調整が必要になるんですけど、ここで調整して、で、FM と AM2 曲、2つ聞けて、で、その切り替えのチャンネルがですね、このね、トップにありますね。これによって、FM と AM を切り替えると。で、メモリがこうついてるんで、それに合わせるだけっていうね。本当にそういうシンプルな作りです。で、ここが電源ボタンとボリュームを兼ねています。で、ここをね、ボリュームを、ここカチャッとスイッチを入れると、この赤のものが動きますよね。これによって、スイッチが入って、かつこれがこうボリュームになってると。結構うるさいです。結構音量出ます。で、あとはこのね、バンドを調整することによって、このチューニングがあったときは、このチューニングのね、ランプがつきますね。はい。今あって流れていると。でも大体88から94の間の FM なんで、多分91とか、すごくね、曖昧な感じなんですけど、それを探るのがものすごく楽しいです。はい。で、スピーカーはついていなくて、ヘッドフォンですね。イヤフォンを使って聞くような構造になっています。で、通常の 35mm の、ジャック、プラグがついていて、こんな感じでね、これを、プラグを使用できるという感じです。で、このイヤフォンも最初からついていて、で、これがね、またね、いいんですよ。ちょっとしょぼいって言ったらあれなんですけど、このサンジーンと書いたね、普通のイヤフォンがついています。本当に何の変哲もないもので、なんかね、でもこれがなんかいいというか、いわゆるそのノイズキャンセリングにも最近私たちの耳は結構慣れていると思うんですけど、なんかやっぱりあれって聞きすぎるとね、どうしてもその難聴の恐れがあったりとか、新しいね、最近そのノイズキャンセリングで起こる難聴みたいなものも増えてきてるみたいで、あとは外で聞いていたりするとやっぱりこう事故のリスクですよね。完全に音が遮断されることによって聞こえなくなって事故が起きると。そういうことがあるわけですけど、これは普通に聞こえます。なんかね、本当にこう、90年代に戻ったかのような、そんなね、
体験をさせてくれるものですね。で、なんかね、こうやっぱこの透けてるっていうのが、すごく好きなんですよ。うん。これにまずもうグッときて、もうこれだけで買ってるって感じなんですけど、で、ただね、やっぱりこのラジオの良さにも改めて気づかされたというところがありますね。で、毎週水曜日の朝6時から時丸田中のモーニングレディを放送してますけど、で、僕もね、ラジオと言ってもいわゆるYouTube のポッドキャストみたいなもんですよ。で、ここで聞けるのはもう本物のラジオで、24時間ね、どこかで誰かが喋ってるわけですよ。まずね、それを常に持ってるっていう、なんかそういう手のひらに持ってるっていう感覚が素晴らしいし、その電波というね、発明に対して、ちょっと改めて感慨深くなるっていうのかな。そういう感覚が得られますね。で、あとはこのチューニングをするときに、ノイズが入ったりとかするんですよ。で、そのノイズというのは、最近レディコとかね、ラジオを聴けるようなアプリもありますけど、そういうものでは完全にもうインターネット放送になってるので、ノイズが遮断されてるわけですけど、なんかやっぱりこういうちゃんとしたアナログのラジオで聞くと、ザザーっていう音だったりとか、チューニングがなかなか合わなくて、他の曲との音が混ざったりとか、なんかそういうところが、そういうノイズを含めての、その全体としてのラジオの体験みたいなものを改めて引き上げてくれる、そういう道具ですね。で、それは本当に僕はそのラジオを昔から聞いていたので、特にその90年代のラジオの感覚、なんか懐かしい気持ちにさせてくれるっていうようなところがあります。山田久志のラジアンリミテッドとかね、デイブ・フロムショーとか、インター FM とかばっかり聞いてたんですけど、で、そこでロックミュージックとかハードロックに出会ってね、ひたすらそのアルバムとか海外のアーティストを追いかけるってことを10代ずっとやってきたわけですよ。で、それはラジオがあったからこそ、しかも僕が長崎の田舎で生まれてね、長崎のその港町の田舎の狭いね、自分の部屋でラジオだけを聞いてたわけですよ。その時はなんかステレオのね、スピーカーから流してましたけど。で、昔はなんかその MD とかにラジオをね、好きな番組を録音したりして、で、そこで流れてくる曲をね、CD とかを買えないから、1枚ね、1000円ぐらいして高いから1曲で。なんかそのラジオの音楽をダビングして聴くみたいなことをやって、それを友達と交換したりとか、なんかそういうことをまで思い出させてくれる、すごいいいアイテムです。で、このね、ここが多分コイルになっていて、ここから多分受信するんでしょうね。で、なんかやっぱ地下鉄とかで聞けないとか、部屋の奥の方に持っていくと電波が入らないとか、窓際だったらよく聞こえるとか、なんかそういうところのなんか不便さみたいなものもね、この現代のそのスマートフォン時代にものすごくアンチテーゼとして、効いてくるんじゃないかなと思います。なんかね、これね、流行る気がしてて、僕昔コダックのね、FZ45 っていう、デジタルカメラをね、コンパクトデジタルカメラを過去にバズらせちゃってるんですけど、それでね、時丸さんの動画見て、買いましたって、言ってくださる方たくさんいたんですけど、僕はこれ本当になんか次の時代来るんじゃないかなと思ってて、なんか20代の若者とかが、なんか、東京の街でね、これを聞きながら歩いてるみたいな姿が想像できるんですよね。スマートフォンを捨ててラジオを持つみたいな、そういうイメージ。なんか本当に見た目も可愛いしコンパクトだし、で、これ価格がね、3300円かな、3600円とかでしたね。で、Amazon でポチったんですけど、日本の代理店はこの株式会社コベックジャパンというところが作っています。で、モデル名が、SR32 ですね。ここに書いてますね。SR32 というモデルで、3ジーンという、3ジーンと呼ぶのかな、3ジーンと呼ぶみたいですけど、そういうね、モデルになっています。すごくね、いいです、これは。で、なんか見えるところがまず可愛いじゃないですか。で、やっぱりいろいろそのカスタム心をくすぐらせるっていうのかな。さっきこのね、ついてる付属のイヤフォンもすごくアナログでチープでいいなっていう感じもあるんですけど、やっぱり、カスタム心くすぐられるんですよ。
こう、ガジェット好きというかギア好きとしては。で、僕が持ってるね、これですよ。はい。皆さんに過去に紹介してる、SE215、手話のインイヤーモニター、IEM ですね。インイヤーモニターを、これ僕普段使ってた、唯一持ってるイヤホンなんですけど、これがね、透明なんですよね。このクリアタイプなんですよ。わかりますか？見えますかね？うん。これもね、全部中がスケスケのスケベ野郎だと。で、このスケベ野郎をここにね、これでこういうセットアップにするっていうのが、まあ、最近の自分の時丸田中流というか、うん。このスケスケでのセットで聞くっていうのが、すごくね、いいですね。で、これなんか一気にね、ラグジュアリー感が増すんですよ。これすごく音質いいので、このヘッドフォン自体が。で、これ自体で、これで多分1万2000円ぐらいするんで、ラジオ本体よりも、このイヤフォンの方が高くなっちゃうっていう、なんかそういうこう、デコボコ感、デコボココンビみたいなものも面白いし、で、何より、この、スケスケコンビっていうね、この、どんだけ中透けさせたいんだっていう、うん、どんだけ中身を見せたいんだっていう、うん、こういう感じのセットアップになってると。うん。で、これがね、自分の中でドハマりしていて、で、もちろんこの IEM ってこのね、インイヤーモニターだから結構ね、つけるのがめんどくさいんですよ、耳に。だから、ある程度しっかり音楽を聴くぞとか、しっかり編集するぞみたいな時しか、僕はこれつけないんですけど、でもノイズキャンセリングほどではないけど、ある程度遮音性もあって、外の音が控えめになるんで、カフェとかの作業とかでもすごく向いてます。うん。で、それとね、このラジオの組み合わせっていうのが、この、なんかハイエンドとローエンドの両極をね、これでいくっていうのが結構ね、自分の中で面白い組み合わせにはなっていますね。うん。そんな感じです。で、そんな感じで、これがね、最近はいい感じなんですけど、これ例えばこれに、DCF のスケスケのバックパックとかを組み合わせると、さらにですね、バックパックも透けさせて、このバックパックの中にこれが入ってるみたいな、全部透けてるみたいな、そのスケルトン好きって結構いるじゃないですか。うん、僕はそこまでではないんですけどね。でもなんかこれには本当こうグッときて、うん、それで、使ってるわけですけど、これでバッグとかも透明ななんかバッグとか、そういう透明なトートバッグとかね、そういうものを使ってさらにこれを透けさせるとね、さらにスケベになるかなと思っています。なのでちょっと挑戦したい方はそういう組み合わせもいいんじゃないかなって。なんかそういうことも考えたりするのも楽しいですね。で、あとは、電池なんですよ。これね、ポイントが。やっぱり、この電池が見えてるじゃないですか。で、この電池の色を何にするかっていうので最初ね、もう悩んでて、これも実は買ったのね、3月、4月か。4月のもう後半ぐらいには届いてて、そこから地味にね、ラジオ生活楽しんでるんですけど、そこからね、いろいろね、電池をね、なんか色を変えたいなと思って、この透けてるから。で、いろいろ考えて、いろんなね、色のね、電池を買ったんですよ。こういうこんな感じでね、この何色が合うかっていうのをね、こう試したくて、なんかそういうこう電池を見せるっていう、なんか初めての、人生で初めてのね、この中の電池を何にするかっていうことに悩むっていう、なんかそういう初めての経験をこいつはもたらしてくれています。はい。で、ちょっとね、中身を、ちょっと電池入れ替えてみたいと思うんですけど、ここほら、ちゃんとストッパーついてて、これ外れなくなって落とさないようになってるね。はい。で、ちょっと電池をね、入れ替えてみようと思うんですけど、はい。で、今日ちょっとなんか、あれかな、もしかしたら、なんか2つ紹介したいとかって言ってたけど、このラジオで終わるかもしれないですね。ちょっとごめんなさいね。無理かも。このラジオで終わっちゃうかも、紹介。で、はい。で、これね、紫の電池を入れました。なんか紫もね、なかなかいいですよね。なんかこう渋さが出るというか、ちょっとエヴァンゲリオン感が出るというか、この赤が入ってるから、ね、この赤とさ、緑とさ、こう紫って結構エヴァンゲリオンじゃないですか、カラーが。
だからなんか自分でね、こうカスタムできて、エヴァカラーを作れるっていう、こういう状態になっていると。うん。赤、紫、緑でね、まさにエヴァンゲリオンですね、これね。うん。三人、ネルフの公式ラジオみたいな感じになってるね、この見た目的にはね。うん。なんかそういう感じもできるし、で、最初買ったのはね、こっちの赤なんですよ。やっぱり、なんか映える電池がいいのかなって考えて、で、一番最初はね、これヤマダ電機オリジナルで、なんかこの数字が入ってるのもちょっと可愛いでしょ。これ3っていう数字が入ってるんですよ。炭酸の3っていうね。で、こう数字がこう見えたりするんですね。透けてるとこから。うん。こんな感じでね。うん。で、これはこれでなんかこの赤とね、この赤に合わせて、なんかちょっとこうマッチング感があるというか、フィット感があるような。これも結構ね、好きですね。赤で統一されたデザインというね。まあそんな感じで、こう中が透けているからこそ、中身の電池を変えることによって自分色を出せると。こんな色の電池持ってんだみたいな。なんかそういうね、自分なりのね、自分の好きな色の電池を入れて、ちょっと自分色を出していって楽しんでもらいたいですね。全然回し物じゃないですよ。これ案件じゃないんで。自分が本当に最近ビビッとしてね、紹介してるものなんで、まあそんな感じで、そんな使い方もできるんじゃないかなと思います。で、僕がね、このラジオを手にした理由をちょっと改めて、整理して話しておきたいんですけど、最後に。で、まずね、この震災の防災アイテムとして考えたのが一番最初のきっかけです。はい。で、やっぱり過去の大きな震災、東日本とかありましたけど、神戸のね、大震災もありましたけど、そこで、被災した方がみんな口揃えて言うのが、やっぱり必要な道具というか、地震が起きてから、必要になる道具っていうのは、もう、大体決まっていて、で、一つは、ポリタンクみたいなもの。水をね、溜める容器が必要だと。で、それは、やっぱりその給水車っていうか排水車みたいなものが避難ポイントに来たとしても、その水を受け取る容器を持っていないと。そういう家庭が多かったみたいで、そういう人たちは結構困ったみたいですね。で、そのビニールにどうにかして水を入れて運ぼうとしたりとか、ペットボトルをかき集めてやったり、運ぼうとしたりとか、いろんな苦労があったみたいですけど、その中でやっぱポリタンクっていうのは、あった方が、水をね、汲みに行きやすいと。で、今回僕、引っ越しに際して、ポリタンクも新しく、入れたんですけど、まあ、これまでもまあ大きなボトルは持ってたんですけどね、山用のね。それちょっと容量足りなかったんで、10リットル以上のもの一つ入れてます。でもう一つはカセットコンロ。これやっぱりまあ火を使うっていうことで、で、僕まあ山に持っていくバーナーを、で、いつも日頃からね、使っていますけど、山の調理器具を。ただそれだとやっぱりそのガスの容量がちっちゃかったりだとか、あとはそのアウトドアの OD 缶っていうのはなかなかコンビニとかに売ってなかったり、手に入らなかったりします。なので、CB 缶ですね、カセット缶の方が手に入りやすいので、カセットコンロみたいなものを持つと。それも一つと。で、最後はやっぱりラジオ。みんな口揃えてやっぱりそのラジオ。アナログのラジオが、情報を収集するのに役に立つと。で、もう、この間のね、東北とか、まあ、関東のね、震災でもそうでしたけど、やっぱりこう、ネットが通じなくなりましたよね、あの時もね。インターネットがやっぱりこう、パンクするというか、回線がパンクして、いろんなサービスとかアプリケーションで繋がりにくくなる、当然。で、まあ、そこから情報は得られるんですけど、繋がれば。ただ、繋がらない時にやっぱりこう、ラジオから得られる情報が必要だってことで、まあ、ラジオは一つの、まあ、防災のアイテムとして必須になっていると思います。で、これはまあ、多くの、企業とか、会社とか、そういうところでも、多分非常用のね、設備として、ラジオを同時にセットしているってところは多いと思うんで、割とやっぱりまあ公式の認識としてはね、広まってきているかなっていうところなんですけど、やっぱりどうしても個人では、なかなかよほどのラジオ好きでもない限り、ラジオを持つっていうか、そういう機会ってなかったりすると思うんで、まあ、特にミニマリストの人たちはね、ラジコで聞けるし、ネットで聞けるからラジオなんていらないって思ってる人がほとんどでしょう。で、まあ僕もそういうタイプだったんですけど、久々にそういうことと震災の防災アイテムをちょっと揃えようかなって思っていて探していた時に、
こんなギアが見つかって、そしてこれを使い始めたら逆にそのラジオの良さとか、改めてその音声コンテンツとかカルチャーについて、考えさせてくれるような機会になったということです。はい。ということで今日は、2つじゃなくて1つでしたけど、私が最近買ったもの、サンジーンのポータブルラディオ SR32 32について、テーブルトップレビューしてきました。結構久々でしたね、レビュー動画ね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。チャオチャオ。